こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日年次改良が実施された、トヨタのヤリスの年次改良ポイント、およびグレード選択時の注意点をまとめました。購入検討の参考となれば幸いです。まずは、グレード構成についてです。グレードとしては大きく分けて4つのグレードが設定されており、最上級グレードの Z、ベースグレードの G に、エントリーグレードの X が設定されています。加えて、今回の年次改良のタイミングでキント専用の U グレードが設定されており、ハードウェア、ソフトウェア両面のアップグレードに対応するとのことです。車両本体価格はご覧の通りとなっており、グレード選択時の注意点としては、Z グレードには1リッターエンジン仕様の設定がないことと、U グレードにはガソリン仕様の設定がないことが挙げられますので、それぞれのグレードを検討されている方は要チェックとなっています。続いて、パワートレーンについてです。ヤリスには直列3気筒 1.5 リッターエンジンと、そちらにモーターを組み合わせたハイブリッド仕様、直列3気筒1リッターエンジンの仕様が設定されています。今回の年次改良において特に改良が加えられてはいませんが、ハイブリッド仕様に関しては全てのグレードで FF 仕様において30キロ後半を叩き出す驚異の燃費特性となっており、1.5 リッターガソリン仕様に関してもダイレクトシフト CVT と組み合わされた軽快感のある走り、MT を組み合わせた意のままの走り、1リッターガソリン仕様に関してはより軽量かつエンジン仕様では最も優れた低燃費が実現されています。注意点としては1リッターエンジン仕様には 4WD の設定がないため、路面状況の悪い場面での走行頻度が多い方にとっては要検討となっています。続いて内外装飾についてです。外反色についてはご覧の通りとなっており、ツートン仕様を含めて全11色のバリエーションが設定されています。ヤリスに関してはグレードごとに外反色の選択肢に限りがあるということはなく、すべてのグレードで全色選択可能となっており、グレードにかかわらず、自分の好みの外反色を選択できるのはありがたいです。ちなみに今回の年次改良において、マッシブグレーが追加されています。内装色はご覧の4色のバリエーションが設定されていますが、こちらはグレードにより差別化がなされており、基本的にはブラック基調となっていますが、Z グレードでは今回の年次改良によって採用された合成比較プラス、ツイード調ファブリック、G グレードはファブリック素材ベースでブラックもしくはトーブカラー、X、U グレードはファブリック素材でブラック一択、シート形状も異なります。グレードによりカラーとシート素材が異なるため、注意です。外観紹介、まずはフロントフェイスからです。ヤリスのフロントフェイスの特徴としては大開口のグリルが挙げられ、そのグリルの格子形状がよりラグジュアリーさを感じさせるブロック形状となりました。一番目につく部分の変更となっていることで、これまでのヤリスとかなり印象が異なる形になっています。その他のフロントフェイス周りの特徴としては切れ長のヘッドライトや抑揚のあるボンネット形状、ボディサイドいっぱいまで広がるフロントタイヤ前のアクセントなど、非常にボリューミーな造形となっており、コンパクトカークラスの中でもひときわ目立つ存在感を放つ車両となっています。グレードごとのフロントフェイス周りの違いとしては2つ挙げられます。1つ目がライトユニットであり、Z グレードには LED ヘッドライトおよびターン機能付きのデイタイムライトが与えられているのに対し、それ以外のグレードではハロゲンヘッドライトとなっており、G、U グレードのみオプション選択可能のため注意です。2つ目がグリル内格子形状の処理であり、Z グレードのみ、光沢感のある仕上げとなっており、それ以外のグレードと質感の差別化がなされています。こちらはオプション変更不可となっています。サイドのデザインはこのようになっており、
ヤリスのボディサイズは全長 3950mm、全幅 1695mm、全高 1495mm となっています。コンパクトカーらしく全幅が 1700mm を切っていることに加えて、最小回転半径が Z グレードでは 5.1 メートル、それ以外のグレードでは5メートルを切っており、後ほど紹介する先進安全装備も充実していることから、全ての人が安心して運転できる車両であると言えそうです。サイドのデザインに関してはフロントフェイス周り同様、非常に抑揚のあるデザインとなっており、リアフェンダー周りの盛り上がりが強調されるデザインとなっていることで、非常にスポーティー感を感じさせるものとなっています。グレードごとのサイドデザインの違いに関しては Z グレードのみウィンドウ周りがサテン処理となっており、高級感が増していますが、それ以外のグレードではブラックとなっています。今回の年次改良におけるサイドのデザイン変更は特にありません。ホイールデザインはこのようになっており、複数のバリエーションが設定されています。ご覧の通り、グレードやパワートレーンなどによって装備されるホイール、オプション選択の選択肢が異なるため、要注意となっています。リアのデザインはこのようになっており、リアのデザインの特徴はテールライトと一体になったブラックのパーツが一直線につながっており、ボディ上端がブラックアウトすることでボディが低く見えるデザインとなっていたり、サイドのデザインの際に言及したリアフェンダーのボリューム感がリアデザインにも現れていることで、リアデザインも存在感あるものとなっています。リアデザインのグレードごとの違いは2つあり、テールライトに関しては Z 系グレードはフル LED に対し、それ以外のグレード異なり、G、U グレードのみオプションでフル LED へと変更可能となっているため、注意です。また、ルーフスポイラーが Z グレードに標準装備、X グレードの 6MT 仕様にのみオプション装備となっています。メーカーにとっては X グレードの 6MT 選択する方はヤリスにスポーティーを求めているだろうという判断かもしれませんね。年次改良によるリアデザイン周りの変更点はわずかではありますが、ハイブリッド仕様選択時のバッジが次世代のものへと置き換わっています。内装紹介。まずはトランク容量からになります。トランク容量はご覧の通りとなっており、ヤリスのトランク容量は FF 仕様で約270リットル、4WD 仕様で約270リットルとなっています。SUV 版であるヤリスクロスが約390リットルということで、実用性という観点ではヤリスクロスに対して大きく溝を開けられている形となりますが、後席使用状態でキャリーバッグが余裕で3個は積めるとのことで、日常使いにおいて不便さを感じることは少ないかと思われます。また、多少傾斜はつきますが、ご覧の通り、6対4で後席を倒すことが可能であり、トランク容量を拡大することも可能となっています。また、ハイブリッド仕様に関しては外部給電用のアクセサリーコンセントをオプション選択することも可能となっています。続いて、運転席周りになります。ステアリングのデザインはこのようになっており、左側にオーディオ操作系、右側に運転支援系の操作スイッチが集約されたものとなっています。グレードごとの違いとしては Z グレードのみステアリング素材が本革プラスガンメタ塗装となっており、加えてステアリングヒーターが Z グレードで標準装備、それ以外のグレードには装備不可となっています。メーターデザインはこのようになっており、今回の年次改良に伴い、7インチの液晶メーターが Z、G グレードにて標準装備となりました。これにより、視認性が向上するとともに3つのレイアウトから好みのデザインが選択可能となるそうです。ただ、X、U グレードには装備不可でアナログプラス 4.2 インチメーターが装備される点が注意であり、ヤリスクロスでは全グレード標準装備であったため、少し残念です。加えて、ヘッドアップディスプレイの装備もあり、こちらと組み合わせることでより様々な情報表示が可能となりますが、
こちらは Z グレードのみオプション装着可能なため注意です。安全装備に関してもアップデートが行われており、前走車と一定の距離を持ちつつ車線中央を走行するよう支援するレーントレーシングアシストが 1L エンジン使用以外に右左折時の歩行者にも対応できるプリクラッシュセーフティが全グレードに標準装備となっています。これら基本的な予防安全機能に加えて、車両周囲をカメラにて確認できるパノラミックビューモニターの機能は全グレードにオプションであり、パノラミックビューモニター機能に駐車支援機能であるアドバンスドパーク機能を追加した装備がハイブリッド仕様のみ、X グレード以外にオプション選択可能となっています。また、ドアミラーに斜め後方の車両の存在を表示してくれるブラインドスポットモニター機能は Z、G、U グレードにオプション装備、X グレードには装備不可となっていたりと、安全装備関連すべてが標準装備ではなく、細かくオプション設定されているため、注意です。ナビには今回の年次改良から、最新世代の8インチディスプレイオーディオが X グレード以外に標準装備となっており、X グレードにはオプションとなっています。その他グレードごとの内装の質感に関する差別化ポイントとしては、フロントコンソール周りが Z グレードがガンメタ仕様となっており、それ以外のグレードではブラックとなっていますが、G グレードのみシルバー加色付きへと変更可能となっています。シート形状はこのようになっており、こちらは Z グレードのものとなっており、サイドの張り出しが大きく、体全体を包み込むように支えてくれるシートとなっており、快適性が高いものとなっています。内装色の際にお伝えしたように、グレードによってシート素材、シート形状が異なり、快適装備に関してもシートヒーターが Z グレードのみ標準装備、G グレードにはオプション、それ以外のグレードは装備不可となっています。続いて後席周りについてです。後席足元空間に関してはホイールベースが 10mm 長いヤリスクロスで身長170センチの私のドライビングポジションに合わせた状態で手のひら1枚分となっていたため、ヤリスの場合、握り拳1個分相当になるかと思われ、後席に乗る方の身長によっては窮屈感を感じてしまうかもしれません。後席にアームレストはなく、ペットボトルホルダーは後席ドアに備え付けられています。シート形状はこのようになっており、前席ほどではありませんが、多少の立体感のあるシートとなっています。後席周りには特に年次改良点はありません。改めて内装の前景となります。今回の年次改良において内装のレイアウトなどの大胆な変更は行われていませんが、ナビ画面やメーターなどの機能性の向上、予防安全装備のアップデートが行われたことで、よりヤリスが万人受けしやすい車両になったことと思われます。まとめです。今回の年次改良は外装、内装ともに大幅な改良を加えられたわけではなく、主に機能性のアップデートが行われていました。特にメーターデザインや予防安全機能のアップデートが行われています。すべてのグレードで、その恩恵を受けられるわけではなかった点が残念でしたが、要不要の選択肢が用意されていると解釈することもできるため、グレード選びは慎重に検討されることをお勧めします。今回の動画の内容は以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。また、ブログも運営しており、そちらでも自動車関連情報を発信しておりますので、概要欄のリンクからぜひご覧ください。これからも自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めてまいりますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。